マジで半端なかったです。強すぎました。キルギスの MMA ファイターも、パンチとかは強いんですけど、またやっぱりちょっと MMA とボクシングは違って、キルギスのボクシングファイターはもっとスマートな戦い方、綺麗なパンチだったり、フェイントだったりっていう感じなんですけど、キルギスの MMA ファイターはどちらかというと、喧嘩に近い感じでしたね。なのでスパーリングやってても隣でブレイキングダウンみたいな喧嘩みたいな感じになってるグループもありました。とにかくみんな気持ち MMA ファイターは気持ち強いですね。多分技術的にボクシングのルールで、ボクシングスパーなんで、相手の土俵だったんであれなんですけど、相手にぶん殴られても MMA ファイターは形パンチのフォームとかも無視してぶん殴り返すみたいな、みんな鼻血ブーブーでやってましたけど、気持ち強いですね。みんなパンチのフォームとかテクニックとかもやっぱりもちろん大事だと思うんですけど、それ以上にテクニックだったりスピードとか上回られてる相手にはやっぱり気持ちで、殴り返しに行くっていうのが本当に大事なんだなというのがよく分かりました。今日ラストトレーニングのモーニングです。しっかり集中していきます。ラストスプリントのトレーニングです。ラストトレーニング終わりました。今から部屋に戻ります。本日がキルギス最終日、今日、日本に帰国する人となりました。今朝食をとってですね、みんなに挨拶を順番に回っているところです。修行で、今回は合宿でキルギスメンバー、キルギスファイターと練習をさせてもらったんですが、一緒に食事をとったり、一緒に同じ部屋で寝たりと、常に一緒に行動することがあって、キルギスファイターの考え方や生活の仕方っていうのを、コミュニケーションを取る中でいろいろと知ることができました。キルギスファイターはですね、日本で試合したいとか僕に言ってきて、スパーリングパートナーになるから日本に連れてってとか、日本で仕事はあるとか、そういう、ことを言ってくる人たちが結構いて、普段はですね、みんな練習と、トップファイターではない人は家畜を育てたり、そういう飼育みたいな仕事をしていると言ってました。なのでやっぱりみんな格闘技で生活をするという感じがすごくしましたね。キルギス人の平均月収が 7,8 万なんだと。だから俺たちはファイトで稼いでいい生活をしなければならないみたいなことを言っていたので、なんか日本だとファイトマネー、ラジャブアリの影響で日本の試合だとお金が稼げるっていう風にみんなやっぱり思ってるみたいで、俺が日本で試合したら絶対にフィニッシュするよみたいなことをみんな言ってたんで、やっぱり一つの試合にかける思いっていうのがあっちのファイターはより強いんじゃないかなっていう風に感じました。なんでファイトスタイル見ててもやっぱり、命がけというか殴り合ってフィニッシュして絶対に勝つっていう姿がどのファイターもよく見られるんで、そういうところ非常にですね勉強になったというか、一緒に生活する中で見えた部分となりました。あとそれにですね、皆さんキルギスファイター結構みんなブラザーって言って、自分にブラザーって言って声かけてくれたんですけど、本当にこっちの、人たちはブラザーっていうだけあって、みんな家族みたいな感じの接し方をしてたり、練習以外の時間ではですね、自分の本当の家族にテレビ電話したりして常に
家族と本当の家族とコミュニケーションをとっているっていう感じでしたね。家族も、結婚してる人はその家族プラス自分のお父さんお母さんだったりおじいちゃんおばあちゃん妹お兄ちゃんとかそういう兄弟とかにも電話してテレビ電話毎回してるファイターたちばかりだったんで、家族とかも本当にみんなこっちの人は大事にしてるんだなっていうのがよく分かりました。イシクルルっていうところに来たんですけど、キルギスの中で標高が高いところだったんですけど、なんとか無事、高山病めっちゃ心配してたんですけど高山病になることもなくなんとか生活することはできました。本当にこっちの選手はですね、朝から晩まで格闘技のことしか考えてないんで、それで生活するために勝つという感じなので、本当にトップのファイターたちの生活が、見れましたし、一緒に過ごすことができて非常にいい時間だったなと思います。これをですねいい時間だったなということで終わらさずに、日本に持ち帰って日本の環境にですね、できることを落とし込んでいって、こっちで学んだことを、しっかりと活かせる仕組みを作っていきたいなと思っています。キルギスファイターを見て思ったのが、やっぱりチーム所属チームの仲間ファイターたちとやっぱり共に過ごす、共に練習をするっていうのが非常に大事なんだなっていうのがよくですね、こっちのファイターたち見ててよく感じました。本当に水もですね、一つの水を誰かが持っている水をみんなで、回し飲みしたりするんですけど、そういうところからもですね、みんなで助け合うというか、みんなで強くなろうという感じがですね、非常に感じ取れました。今までこんな試合とかで海外とかは行ったことあるんですけど、MMA ジムへの出稽古っていうのは今回が初めてだったんですけど、やっぱり選手としてはもちろんなんですけども、ジムの代表としても指導者としての立場としてもですね、非常に学ぶことが多くて、指導する側、仕組みを作る側の人間がやっぱり学んでいくのが大事なんじゃないかなっていうふうに思いました。やっぱりですね、こっち来ると選手兼コーチとかもいるんですけど、ちゃんとコーチ、トレーナー専属の人がやっぱりこっちいるんですよね。引退した選手とかがジムの、コーチになってそれぞれ指導をしていくという感じの状態が出来上がっているので、専属コーチがいるのといないのだと練習メニューの組み方、選手の疲労管理、さらにコーチ以外にもマネージャーっていうのも選手にそれぞれいるんで、試合のプロモーションのマネジメントだったりっていうのもしっかりそれぞれされているっていう感じでしたね。選手として今回参加はしたんですけど、僕の場合はジムの代表でもありますし、指導者トレーナーとしての仕事もしていますので、そういった面での勉強、学びにはめちゃくちゃなりましたね。どういった仕組みを作れば強い選手が出来上がっていくのか、またどういった指導をそれぞれ、コーチたち、キルギスコーチの人はですねしているのか。今回特に良かったのが合宿に来てイブラスのMMA コーチだけじゃなくてレスリングのコーチ、ボクシングチームのコーチ、カザフスタンボクシングのコーチなどの指導を受けたり見ることができたので、そういったところでもですね、トレーナーとしての勉強、何を考えてどういうふうに伝えているのかっていうトップ選手を育てるコーチたちの指導法だったり振る舞い方っていうのが見ることができて、めちゃくちゃ自分にとってですね貴重な体験をすることができました。なので今回はですね、選手として
トレーナーとして、ジムの代表者としての学びができるキルギス修行となりました。この経験をですね、本当にこの、自分のキャリアにですね生かして成長していきたいと思っています。ダチョウダチョウダチョウジわお、見えますか？ダチョウがいます。キルギスにもダチョウがいます。キルギスにもダチョウがいます。おお、やばいねこれ。マナス空港、今帰りの空港で到着しました。今から韓国と経由して日本に帰りたいと思います。これがマナス空港です。こんな感じで、そんな大きい空港ではないんですけど、何書いてあるか全然わかんないんで、どうやって乗ろうかなって感じです。